自分たちはその走るトレイルだったり遊ばせてもらってる環境を自分たちでも手を入れたりとか管理していくべきだなって思ってた時期だったんですね。この南三陸っていうところで犬足をより戻すというかのためにそのトレイルを整備をする、下防線でトレイルを整備をするっていう活動が始まろうとしてるって話を聞いたのがきっかけで、その当時その数年ぐらい前からですかね、僕はトレイルランニングをしていながら、大会運営したりとか、自分アスリートとしていろんなとこ走り回ったりしている中で、そのトレイルランナーおよびそういう大会ってものがただその走るだけ、大会運営するだけじゃなくて、自分たちはその走るトレイルだったり遊ばせてもらってる環境を自分たちでも手を入れたりとか管理していくべきだなって思ってた時期だったんですね。だからものすごいフィールドと、その整備とかっていうものをすごいアンテナが立ってた時期だったんで、ものすごいぜひそこへ行ってみて、どんなことが始まるのかなっていうふうに興味を持ったのがきっかけですね。やりがいがあるなこれは。まず現地に来て、でそのフィールドを見て、でその活動どんなことが始まるのかっていうのを説明を受けてた時にもうこれはもう自分でやりたいことだな、やらなければいけないことなんじゃないかなって思ったんですよね。なのでそれからこの整備が行われる、秋から、その春先に向けてその山がブッシュでないタイミングで来て、整備をするってことをこの 6,7 年続けてきたんですよね。下防線で犬足を取り戻すための、道作りをしていきたいというところだったので、僕もトレイルランナーなのでこれだったらもしかしたらトレイルランナーが手伝えるかもしれないというので、石川博樹君に声をかけて、でそれからスタートしたという感じですね。やっぱりこの選手として大会を走ったりトレイルを走ってると、私自身がやっぱりそうだったんですけど、気持ちいいトレイルだったりトレイル自体を走ることがどっか当たり前のようになっちゃってたんですね。トレイルランニングはもうこういう道があるものだと思って走ってたところがどっかにやっぱりあったので、こういう活動に参加して、トレイル自体はやっぱり誰かが整備してくれてたんだなっていうことを感じたのが一番大きいですね。お父さんあげてもいいですか。ソーセージ。はい。オッケーです。私の生まれ育ったこの南三陸というか旧志津川町で、生まれも育ちもそうなんですけど、志津川愛鳥会という鳥ですね、野鳥愛護を通じて、子どもたちの環境教育とか、あるいはその上層教育とかっていうのをされてる方がいらっしゃって、そこに小学校4年生の時から参加して鳥を見るようになったんですね。でその町の鳥のシンボル的な鳥として、イヌワシっていうのが志津川の山にはいるんだぞっていうのをずっと意識して育ってきた。で実際に見たりもして、ですごい鳥だなっていうのをずっと小さい頃からもう埋め込まれてきて、そのイヌワシ
がいるのがふるさとの当たり前っていう風な意識になって育ってきたっていうのがあります。うちはやっぱ代々林業家林家としてやってて、僕で12代目になるんですけど、ちょうどこの山ですね、この沖名倉山のこのふもとにある山なんですけど、我々が管理している山林が一部あって、でこの山に実は昔は、特に震災前まではイヌワシが生息していたと。だけどちょっと、人工林がほとんどになってきて、こういう杉林ですねが多くなってきて、その杉たちが大きくなってきたことによってイヌワシの狩り場が、なくなってきたという、それによってなかなか住みづらい環境になってきたんだっていう話を始め、それこそ2014年とか13年とかですね、その頃にお話を聞いて、かなり衝撃を覚えたわけなんですね。うちの管理している山がちょっとイヌワシにとって悪影響してんじゃないかってちょっと心配になったんですけど、それであるんだったらやっぱ林業の力で、私たちがやってる山林管理の力でイヌワシが戻る環境を一緒に整えていきたいっていうふうに思ったのがまず初めのきっかけで、2人でタッグ組んでやりましょうっていうような感じでスタートしたのがこのプロジェクトみたいな感じなんですけど、でこのイヌワシプロジェクト自体が大きく分けて2本立てで、林業としてのアプローチの仕方と、あとボランティアベース、一般の方々も参加して、イヌワシの生育環境を改善することに寄与するプロジェクトとして花房線プロジェクトがあるわけなんですよね。イヌワシっていうとね、原生林とかそういうところの鳥っていうふうにイメージされる方も多いかなと思うんですけど、実際は、イヌワシは森林の鳥ではなくてですね、もっと開けた草原とか、あるいは伐採した後伐採して新しく木を植えたような、そういう開けた山のスペースが必要な鳥なんですね。我々としてはそのイヌワシの姿がまた南三陸で見られるようになるといいなっていうことでやってるんですけど、イヌワシが暮らせる山っていうことは、さっきも言った通り、いわゆる森林に覆われた原生林のような山、あるいは杉とかケヤキ、ヒノキにしても深い森とか林ではなくて、もっと開けた明るい草地とか伐採地があるような山なわけですけど、そういう環境を好む生き物はたくさんいるんですね。でもこの地域でそういった林業を活性化したり、花房線トレイルでちょっと明るい山のトレイルを開くっていう活動を通して、そういう明るい山の環境を好む生き物が少しずつ増えていく、多様性が増していく。でそれがどんどんピラミッドの底辺が広がっていくと、そのてっぺんにかろうじてイヌワシも戻ってくることができるっていうことだと思うんですよ。ですんでイヌワシが戻ってくることのメリットというか、イヌワシが戻ってくるっていうことは、そのイヌワシを頂点とする生物の多様性、山の多様性がちゃんと確保できたことの証だっていうふうに思うんですね。2022年の春、僕と拓也さんは全国のトレイルランナーを南三陸に招いたんです。これまで思いを込めてきて整備したトレイルをみんなに走ってもらって、何かを感じてもらえればと思ったんですよね。ただもうすごい高さがありましたね。
そうですね、街並みは綺麗にというか、瓦礫はもちろんないですけど、だいぶ高台ができたりとか、街並みはだいぶ変わった中でも、その山の線というか、木の生え方というんですかね、そういうのは全然変わってないなというのは感じました。この山の雰囲気見たことあるっていう感じはありました。ゆうべちょっと石川さんの方からばらされちゃいましたけど、最初プロジェクト当初トイレランナーの皆さんが参加していただけるっていう話が来た時にちょっと不安だった気持ちがあったんです。歩く身からするとちょっと怖いなとか、大勢で山に入られると逆にイヌワシいなくなっちゃわないかなとか、そういうちょっと不安もあって躊躇した部分も実はあったんですけど、でも最初パタゴニアの篠さん、八木さん、石川さんに来ていただいて一緒にいろいろ話をしたり、その後いろいろ活動する中でやっぱり頭の中のイメージだけで考えて判断するのダメだな、こうやって実際に会って皆さんと顔を合わせて話をして一緒に山に行ったりすると全然違うなっていうのをつくづく思い知らされて、本当に初期が大変申し訳ありませんでした気持ちでいっぱいです。ですので皆さんもこれきっかけにぜひ今回1泊2日だったり日帰りだったりですけども、ぜひ花房線の作業にもこの後1時間もしたらもう竜金山ついちゃうっていう我々には考えられない世界なので、作業がどんどん進めば進むほど奥地の作業になっていくんで、走れない我々はもうアプローチだけでもうヘトヘトになっちゃうんですけど、ぜひ皆さんのお力添えで60キロ完成した上でさらに今度時間とか楽しく利活用したいなと思ってますので、これを機にぜひお力添えをお願いしたいと思います。走ってもらいますけど、楽しんで頑張りましょう。花房線出ました。花房線に乗った。これ花房線。こっちのバーンと。これそうかもしれないですね。上見えますね。筋が赤いですね。筋が真っ赤。いやめちゃくちゃいいね。登りがきついね。整備したとこだよ。
ここはこの間整備した。はい。あ、そっか、ここ登っていたんですよね。3月と4月に整備したばっかのところだ。この下峠なんですよ。記憶あります。ここ2年前私はいここやりました。はい。さっきの上の石碑で気づきました。はい。はい。そうですね。だいぶ雰囲気が違って。楽しいです。みんなで走るの楽しいし、道がめっちゃいい道でいい感じですね。すっごい綺麗ですね。新緑で今が一番いい時期ですね。炊き汗そうっすか。そうっす。もう2キロ2キロ体脂肪ちょっといい感じになってる。感想、いや気持ちいいですね。皆さんが長い時間かけてやってきてくださったのがここに現れてて感慨深いです。疲れてる。いや、そうです。日村さんでも話しかけてくるから。ジャンまで。ちなみにいちごも南三陸町の町内、あとよもぎとか柚子もみんな町内のものなんで使って。あれが贅沢っす。ここに見えてる三角山が沖永良山で、そこが日本で3番目にイヌワシの巣が見つかった場所、すごい大事な場所なんですね。で今いなくなってるんですけど、この辺の空にそのイヌワシが戻ってきて飛んでる姿をみんなで見れるようにしたいなと思ってます。ですので10年後もしかしたら皆さん来た時にここでイヌワシ飛んでるようになればいいなと思ってます。一言で言うと本当来てよかったなって思いますね。さゆさんは楽しかったね。で、みんなと走れていいトレイル、気持ちの入ってる道をね走れるのがやっぱり作った人の気持ちを感じられてね、楽しかったですよね。いたいたいた。整備するのは本当ね、500メートル、600メートルっていうのを1日かけてやってたのを本当何秒っていうスピードで走りすぎちゃうんですけど、でもそこにはやっぱり拓也さんとか西さんとかこう足元ハイカーさんとかランナーの人通るから根元までちゃんと切ってねっていうこう思いがすごい伝わってたので、それをすごい走りながら実感して走ってきました。ありがとうございました。メッセンジャーでも書きましたけど、現代の修験者の皆さんがなんかすごいこうストイックなこう道を極めるみたいなかっこいいっすね。ほら、おおほら。面白い。
町ってこの一番リスクが高いその自然災害ってやっぱ津波でこう南三陸町ってやっぱリアス海岸なのでこう津波が何回も来てそれによってこう削られて残ってるところが平地で、みんなが住んでたりとかするんだけど削られなかったところが山なんですよね。山として活用してるわけなんですけどだから今後おそらく何回も来るであろう津波に対してもう揺るがない場所としてやっぱ山があるわけなんですよ。だからそれをちゃんと財産として活用していくことが多分将来に残せるものなんですよね。唯一なのか、かなり唯一だと思うんですけど唯一残せる場所なんじゃないかなと思ってるんですよ。なんかこの方の思いをなんか実現させたいなっていうふうにも思いましたね。当然自分がねその下防線というものを整備して、自分のやりたいと思っていたそういった自分たちが走る遊ぶ環境を自分たちで作る場としてそこに携わるという思いもありましたけど何かこの庭師っていうつながりで鈴木さんと会って拓也さんと会ってこの方の思いをねそのトレランナーっていう自分が携わってなんか実現できたらいいなっていうふうに思いましたね。